こんにちは、メイです。浮島につながるゲートを多系統に作り変えます。チャンネル登録、グッドボタンがまだの方はぜひお願いいたします。舞台はどんより海辺の町の右側のゲート。このゲートを多系統に、崖は住宅街にします。一部の家と車はお借りしたアイデアなので、詳細は概要欄をご覧ください。まずはお片付けから。泥処理済みなので撤去するだけですね。変身して道を作っていきます。ゲート前はタイルのあるところまで伸ばします。前回同様四角タイルです。左側の道と同じ高さの同じ道幅にします。陸地があるところまでつなげます。揃えるのは大好きなので左とお揃いです。後で道は変更予定ですが現状です。本日のメインイベント、ゲートを多系統ゲートにします。まずは土台作りから。入り口は3マス開けます。土台が形の全てを決めると言っても過言ではないので慎重に作業していきます。塔は凹凸があった方が個人的に好みなので土台もボコボコに。ちなみにハリボテ建築なので土台も中途半端です。土台の隙間を少し埋めます。土台建築は初なので手探りでやっています。石の床を両側に3つ積み上げ、石の柱真ん中をそのサイドへ4つ、石の床の上にも1つずつ。複雑なのでゆっくりめにいきます。慎重にと言いつつ早速間違えたので土台を1つ拡張します。プラグ回収まで一瞬でしたね。おしゃれレンガ真ん中を2つずつ4段、石の床を4つ、石の柱真ん中をその横へ。側面は石の床を1列に置いたら、おしゃれレンガ真ん中を壁まで伸ばします。ちょっと囲まれてきましたね。上から見るとこんな感じになっています。おしゃれ階段を使って屋根作り。基本的には左右対称ですね。真ん中は石の床です。屋根の支えを階段の後ろへ。裏に回って鉄の囲いを柵になるように並べます。石の柱上を3つつけていきます。次は石の柱真ん中を上に2つずつ。下と同じブロックを3つずつ積み上げていきます。下のブロックを延長する形ですね。側面も同様に。正面に戻って石の床を3つずつ。間に石の柱真ん中を。真ん中はすべておしゃれレンガ真ん中です。ちょっと出っ張らせます。少しずつできてまいりました。漆喰の壁を中央に7つ。出っ張り壁を漆喰の壁の前へ。漆喰の壁の両側にも出っ張りの壁を。役所みたいな雰囲気ですね。窓と屋根をつけたら住めそうです。ボールランプ、しっとり生垣を両側へ。鉄の囲いをつけてその上にメタルな柵3つ。ネズミを置いてようこそ風に。仮置きした上にランタンを置いて半分完成しました。上の段に戻って漆喰の壁を1列置いていきます。側面を1列上に伸ばします。アンティークの壁真ん中を漆喰の壁の上へ。側面にも1列足します。石の柱真ん中を両側へ1つずつ。おしゃれレンガ真ん中を高さ5で前面へ。裏に回って隙間を漆喰の壁で埋めます。ペンキ白を使いすぎて金欠になってまいりました。
壁って感じ。時計まだって感じでもありますね。石の柱を壁と同じだけ積みます。石の柱上を1列つけていきます。3つ間を空けて石の柱も縦に積み上げます。真ん中を空けながらさらに追加。石、レンガ不足なのです。謎の形が出来上がりました。真ん中を窓にするので穴開け。裏からライトブロックを置いていきます。ハリボテなので窓明かり風に必須ですね。上げ下げ窓で飾り付け。窓に常に明かりがあるので居留守にも使える方法ですね。鉄の囲いを間へ。情報量を増やしてのっぺり防止作戦です。鉄の囲いが優秀アイテムすぎますね。間にランタンを仕込みます。次はガーデンライト。アプデで電気類をたくさん置けるようになったので、ここぞとばかりに置きまくっています。ライトアンティークな壁真ん中を1列。白でリメイクしなくていい最初から白いブロックは最高です。右側を2列ほど追加しておきます。これで文字盤より下の完成。ついに文字盤です。端から1つ開けたところから9個積み上げます。右も同じですね。左であったことは右でもあります。隙間埋めは漆喰の壁に決めています。正面に戻って石の床。大きな丸の穴を作るようにレンガを並べます。説明が難しくて表現が曖昧ですね。文字盤はかなり大きめの予定です。上と下を合わせるので石の床。穴が開いていますね。側面を作っていきます。さっきの大穴が開いていないバージョンなので、ただの壁作りですね。おしゃれレンガの壁が今回めちゃくちゃ多いので、見えないところは使わない。そんな節約術をしていきます。故にハリボテ建築ですね。ちゃんと塞ぎたい方はレンガで塞ぐといいかもしれません。内側から漆喰の壁で塞ぎます。浮かせるために1個置いて、シンプルな床で文字盤を作っていきます。文字盤の土台ができましたね。壁付け手すりで自信を表現していきます。3つつけて真ん中残し、木の柱上で中心部、鉄の囲いで分身。壁付けスイッチを12、3、6、9時の場所へ。これで時計部分の完成。日照3時だけを表示してもらっています。両側にボールランプ。文字盤の裏に行ってライトをつけていきます。夜でも見やすいように時計ごと光らす作戦です。見えない場所はやりたい放題です。ひょっとこみたいな顔ができています。光るといい感じですね。光っていないところは後ほど光らせます。最難関の屋根の作業です。まずは屋根の支えを両側に2本ずつ。その上に出っ張り屋根レンガ。つなげるように引っ込み屋根をつけて、前側に3つ出っ張りが出るようにします。反対側も同様に、変則的な屋根の形に挑戦するのが初めてだったので、自分でもかなりよくわかっていません。現状確認タイム。下からのアングル。一旦閉じて、時計塔を掃除するおじさんがよく顔を出す場所を作ります。シンプルな床を間に挟んでいます。説明が難しいのでほぼノーカットでいきます。レンガの壁を挟んでいます。ここから良くなることを期待する屋根です。側面はそこまで見えないので申し訳程度に作っていきます。だいたい真ん中くらいに顔出し窓を作ります。内側が空洞なので受ける人しか顔出せないんですけどね。よくわからなくなった時はレンガを置いておきます。塔の一番高いところ作り、石の床を使っています。周りは石の床の白色。鉄の囲いを2つつけ、メタモンの旗、我が作ったぞとの主張をしていきます。内側からレンガの追加。左側の屋根も右と同じように作ります。途中間違えたりしているので、かなり参考にならなくなっています。この辺り後で消していますね。
ポケモンで時計塔といえばピチューたちが出てくる映画を思い出しますが、あれが本当に時計塔だったのか定かではありません。封印されしピチューの映画か星空キャンプの方だったのか、ニャースとソーナンスがいたような気がしています。時計塔ではなく給水塔だったかもしれませんね。幼き頃の記憶は当てになりません。内側に入って隙間埋めをしていきます。空が見えてハリボテバレするので塞ぎます。余りまくってた海岸の土を裏側に仕込みます。隙間が見えなくなっていい感じ。全体で見るとこんな感じに入り口の内部を調整します。入ってみると結構赤が目立つので変えていきます。上に上がって上からぶっ壊します。ずっと作ってきたのでストレス発散になりますね。ここはちゃんとしたレンガのゲートがあって地形変化によってボロボロになっていそうですね。それをさらにぶっ壊しているのがメタモンです。いけそうなところまで空間を広げていきます。すっきりしましたね。グレー丸の床で壁を作ります。ゲートの真横、ゲートの上のレンガまで積み上げ、ゲートの上のレンガのラインで閉じます。次は床を四角タイルに入れ替え、内部の色を減らしてかなりスッキリしました。屋根をとんがらせたかったのですが、今の実力だとこれが限界ですね。汚し作業と最終調整をしていきます。ツタをつけるときにいつも考えていることは、もしこの建物が汗をかいていたらこの辺に汗ありそうと思いながらツタをつけています。汗かきそうな場所につけるとなんかいい感じになりやすい、そんな気がしています。石の床に入れ替え、文字盤の四隅を石の柱真ん中で3つずつ追加していきます。ということで時計塔の完成。裏面がハリボテだと言わなきゃわからなさそうですね。前回作った場所から2マス空いてしまったので、まずは周辺の修復から、この間の土台を拡張するだけですね。崖肌は必殺植林で隠していきます。木の幹が見えないように重なるように。あんまり見えないので適当です。塔の周りの飾り付け、さっきより整いましたね。掲示板が街っぽくていい感じ。塔の右側に水車を埋め込みます。今日はどちらのポケモンも頑張っています。後回しになっていた電気問題はこれで解決。これで真に時計塔の完成ですね。右側に道の土台を作っていきます。時計塔から7マス目を数えます。8マス目から先を壊します。塔から7マス目にコンクリ階段を置きます。高作りですね。側面は左の町と合わせます。3段目の端に階段の設置。一番上に合わせて擁壁を建てます。こんな感じでちょっと複雑です。さらに入り組んだ形にしていきます。道は塔まで伸ばします。石の床でアクセント。ここからさらに上に登る階段を。階段横は擁壁。もっと上に上がっていきましょうか。かなり狭いので小さなポケモンたちしか住めません。右側の町はチーラミー、ガーディ、ニャースが住む予定です。1段目にお店を作るのですが、そこは大きめのマリリリです。かなり入り組んだ形になってきましたね。1段目にボタニカルカフェを作ります。奥行きを確保するために広げます。洞窟の岩で床作り。奥行き8の幅10です。
グレーのマリ床で壁を作ります。高さ5で積みます。奥の壁は後で変更予定です。横の壁だけ1マス開けておきます。箱から店に変えていきます。アンティークな壁下を4つ、2マス開けてまた4つ、アンティークな壁真ん中を3つ。作り方はチャモベーカリーと似ていますね。ちょっとお高い住宅地にしたいので、アンティーク系で揃えています。シンメトリーでいい感じ。フレームガラスをつけていきます。全体を黒でまとめます。ツルツル日よけとフレームガラスが顕在判定にならないかと勉強するために思っています。桟橋でカウンター。ちょっとここがいらないので消します。さっきよりいい感じ。1段目を整えていきます。じわじわ下から攻めていく感じですね。坂道が多いので休憩スペースを多めに作ります。坂道は膝に来ますからね。昔からいるポケモンだと膝をいたわらないといけない年頃かもしれません。1段目の完成。中身は後で作っていきます。こんな感じの配置になっています。2段目を作っていきます。まずは電気類の仕込みから。ここに1軒目を建築します。長いところで奥行き6、幅5です。短いところだと奥行き5ですね。一部だけおしゃれレンガの壁、あとは漆喰の壁です。この家が参考にさせていただいた家ですね。とても素敵なアイデアだったので、ぜひ概要欄からチェックしてみてくださいね。屋根を作るために三角を作っていきます。もうかわいい。凹凸のある形になりました。斜めの屋根レンガをつけていきます。屋根の高さは3ですね。飾り付けをしていきます。煙突を作ります。ドアや窓の穴開け。窓などはすべて黒で統一していきます。ここのエリア一帯はシックな感じにしたいので、基本的にモノクロベース。植物なので色をつけるって感じにします。煙突の裏にパンガモを設置します。この辺り見えないのでやりたい放題。意外とパンガモは見えませんね。周辺の飾り付けをします。2段目の家はチラーミンのお家です。チラチーノが左側の町に住んでいるので、ちょっとだけ近い親戚って感じですね。2段目が完成しました。家の形が可愛すぎますね。3段目を作っていきます。洞窟の岩を使って床作り。いらないところを削って床を入れ替えます。長いところで奥行き8、幅7。短いところで奥行きと幅3。ザラザラの壁を高さ6で積みます。この家はガーディンのお家です。初めての L 字の形のお家作りですね。中は狭すぎておやって感じです。極小 L 字の箱です。家具を置けるのか心配なほどですね。屋根を取り付けます。斜め屋根レンガです。3つずつ積んで、あとはつなげるだけ。もう少し屋根の位置を低くした方が可愛かったかもと後で思いました。経験不足ですね。先ほどと同じように煙突をつけていきます。こんな感じになりました。家の飾り付けをやっていきます。ベランダ風なものを作ります。これでガーディのお家の完成。4段目のお家、ニャンスの家を作ります。奥3マス分削り取ります。こちらも洞窟の岩で床作り。庭付きのお宅にします。
家は幅6、奥行きは長いところで6です。木の柱真ん中で玄関、石レンガの壁で他の壁を作ります。深さは6です。四角は重なってモダンですね。平らな屋根レンガでひさし作り。家の本体部分は幅6マスなので屋根の取り付けが簡単ですね。庭の出口は大きめにしておきます。こちらの家もすべて黒で統一。実は1軒目からグラデーションになるように白、グレー、黒という感じに家を建てています。奥の建物が暗い方が色の錯覚で奥行きをより感じるからですね。広く見せたいときは明るい色ですが、今回は奥行き重視にしました。4段目の完成。側面は見ないことになっています。これで崖の住宅街の完成です。この3軒の内装は適当にやっておきます。この橋をちょっと改装していきます。橋のアーチを回収して一段下におしゃれ床石を幅8で置いていきます。先に壊さないのは海に落ちると回収が難しいから、電池浮遊状態でも技が使えたらいいなと思います。一マス下げて向こう岸までまっすぐな道ができました。橋のアーチは半マスほど海面に食い込みますね。だから一マス上がってたんですね。海面に食い込む橋ができました。レトロな車を作っていきます。お借りしたアイデアなので詳しくは概要欄へ。そして詳しい説明もその方の YouTube へ。最高にかっこいい車ができました。天才的なアイデアをありがとうございます。マリルリの住処、ボタニカルカフェを作ります。まずは後ろの壁を撤去。この奥に植物と滝の壁を作ります。海辺の土類に変更。左側が多めになるように植林していきます。植林していくときに幹が見えると壁ではなくジャングル感が増すので、なるべく見せないように重ね合わせます。右側は滝を作るので少し壁に動きを作ります。滝の出口部分は1マス奥へ。植物側のイメージはこういうボールグリーンですね。なので重なりを意識しています。植林エリアは左側が高くなって右に行くほど低くなるようにしています。ノップの植木を食い込ませます。滝で溢れているので塞いでいきます。ガラス窓で塞いでいきます。思っていた以上に曇っているのでガラスを黒に変更してきました。透過されていい感じです。背面ができたので内装を作っていきます。まずはカウンター作りから。一つ掘ってナチュラルなクローゼットを埋めます。カウンター側は外から見えるのでモリモリに飾って情報量を増やしていきます。マリルリはキュートなものが好きなのでぬいぐるみ。ランプは3つ飾ると収まりがいいですね。カウンターと反対側に溝を作っていきます。マリルリは潤い環境が好きなので店内の端に水路作り、木を植えてマリルリ好みにしていきます。この近くの床で寝るんだろうなと思ってしまいました。こちら側はソファー席にします。暗いので天井に穴を開けライトを仕込みます。ワイヤー、鉄の囲い、グランドライトをつけます。マリルリのボタニカルカフェの完成。サイズ的に使えないソファー席。開きっぱなしになりそうなバスケット。レジ当番のピカチュウ縫い。外から見るとこんな感じですね。
外観からは想像できない滝の流れるカフェっていうところがお気に入りです。それぞれの新居にポケモンたちをご招待します。早速食欲を満たすマリルリです。時計塔と住宅街はいかがだったでしょうか。時計が動くといいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。 SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。